皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今日はね、張り切って作業しようと思って来たんですけど、雨が、雨が止まなくてですね、恵みの雨なんですけど、ちょっと雨が降ってきてしまったので、中でですね、前々からちょっとお話したいなということがありましたので、今日はちょっとね、そのお話をしたいと思います。そのお話というのはですね、美味しいお米の食べ方ですね。今更美味しいお米の食べ方なんてって思われるかもしれないですけど、私もね、これに気づいたのが、いつだったかな、40代になってからなんですよね。日本っていう国に生まれて、東京、関東で生きてきたので、ずっとお米は食べて生きてきたんですね。で、もう、私が生まれ育った頃は、コシヒカリというのが出てきて、ずっとそういうお米を食べてきたんですね。いわゆる美味しいとされている、柔らかくて甘いのかなっていうお米をずっと食べてきましたと。ですから、あんまりですね、そのお米に対して、あんまり意識もなかったんですね。おそらく皆さんも一緒だと思うんですね。今、日本で一番食べられてる主食ってパンみたいなんですよね。やっぱパンは美味しいですし。で、その次に、お米で、すぐ横に麺類ですね。麺類って言っても多分パスタとか、うどんとかですね、幅広いのかな。どちらかというと小麦粉系ですよね。で、パンも小麦粉系なんですね。で、2位につけて、だんだん人気がなくなってる、ありふれてしまってるのがお米なのかなと。で、皆さんもそういう認識だと思うんですよね。やっぱりパン屋行ったらパン美味しいですし、パスタはね、パスタで美味しいでしょうし。で、じゃあお米はどうなんだって考えたときに、あんまりお米単体ではですね、食べれないのかなって。お米好きっていう人もお米だけで食べないですよね。必ずおかずがあったりして、おかずの美味しさでお米も美味しいのかなっていう。そんな中で、お米だけをですね、美味しく食べる手段というのを、気づいたんですね。で、それをできるだけ実践しているようにもしてるんですけど、今日はですね、ちょっとそういうお話をしたいかなと思っています。で、例によって先に結論を言ってしまうと、お米なんですけど、今ちょうどそこで作ってるんですけど、秋になったら、実ができるんですよね。はい、もみって言うんですけど。で、そのもみの、殻を破ったら、玄米。ぬかを削ったら白米って感じなんですね。ですから、普段、皆さんが食べてるお米っていうのは、もみでは当然硬いんで食べれないですね。このもみってガラス質なんですごい硬いんですね。このもみすりをして、玄米、白米になったものを食べてるというところなんですね。で、このもみというのはね、すごい仕組みで、もみイコール種なんですね。そのもみを取って来年巻けば、技術はいりますけど、発芽して、来年のお米になると。一粒が100粒になりますと。で、またそれをまた増やしていけばどん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 増えると。で、このお米を大事にすることによって、日本人っていうのはもう何千年も生きながらえてたかなと思うんですね。それもこれも、このもみが、ね、種としてのもみが丈夫だったからっていうところなんですね。そのもみ殻だけ持って違う土地に行って、ちゃんと巻けば、食べ物が出てくると。そういう素晴らしいもみですと。で、このもみのすごい点として、時間が経っても発芽するんですね。古いもみであっても。もちろん発芽率って下がってくるみたいなんですけど。だから保存が効くというか、美味しくする方法なんですけど、要は、いつこのもみの殻を破ったかで美味しさが変わってくるんですね。このもみの殻を破った瞬間から、どんどん劣化が始まっていく。酸化なんですかね。味はどんどん落ちてきますよ。ですから、美味しいお米を食べたいと思ったら、スーパーでもどこでもいいんですけど、いつ、もみすり、精米したかっていうのを見れば、どれぐらい新鮮かっていうのがわかるんですね。で、こういうことをね、言ってしまうと、余計なこと言うなと言われるかもしれないですけど、現状ね、お米かなり人気がなくて、売れ残ってて、ね、値崩れもしてて、っていうところなんで、やっぱり努力をするべきだと思うんですよね。このお米は昨日もみすりしました。いや、今日しました。だから新鮮で美味しいですっていう、売り方もできるんじゃないかなと思うんですね。で、私が気づいたのは、逗子という駅が隣にあって、
そこにまあ、ちょっと有名なスーパーがあるんですね。でいろんなこう、お米を置いてて、若干その、価格帯は高めなんですけど、で、ふとですね、精米エビって新しい方が美味しいのかなと思って、探したところ、前日精米エビのお米が見つかったんですね。で、まあそれをね、食べてみたら、うわ、全然美味しい。なんだこの美味しさはと思って。で、一回は美味しいんですよ。初の経験というか。で、翌日そのお米食べても、その美味しさっていうのは、まあそこまで来ないですかね。やっぱり脳がこうちょっと学習しちゃってるんで、その美味しさを。だから、一回限りっちゃ一回限りなんですけど、まあお伝えしたいのは、慣れ親しんだお米であっても、ね、ちょっと意識を変えて、ちょっと探してみるだけで、すごい美味しくなるということをお伝えしたいなと思って。で、まああともみすりの経験なんですけど、まあ以前ですね、まあもう5年以上前なのかな。長野の、まあ友人に、まあお米を譲ってもらって、彼はまあ無農薬でやってたのかな。で、まあ長野の方は、もみで保管するみたいなんですよ、お米っていうのは。まあその方が貯蔵も効きますし、まあ雪国なので、まあ本当にね、冬の間は準備しといた食料で過ごさなきゃいけないところだったのかなと。で、まあもみで、その、美味しいはずのお米をもらって、ここに、神奈川に帰ってきたんですけど、で、まあ、すぐ食べたいじゃないですか。もみすりしてちなみにですね、スズメバチさんがいます。はい。まあもう、私来るたびにここに来るんで、気になってるんだと思うんですけど、まあ、多分、知った中だと思うんで大丈夫だと思うんですけど、はい。そう、まあ5年ほど前に、まあ長野の友人から、そのお米を譲ってもらって、まあもみのまま持って帰ってきたんですね。で、まあ近所で、まあ精米すればいいやと思ったんですけど、もみをから白米にできる、まあ、ところがないんですね。ほとんど。精米所がなくて。まあ要は関東であんまりお米作ってないんですよね。特に神奈川とか。はい。そんなにだからに需要がないみたいで、で、結局ですね、まあちょっと申し訳なかったんですけど、2年ぐらい寝かしちゃったんですね。っていうのは、まあその、例えば、静岡県とか山梨県まで行けばあるんですよ。そういう精米機が。ただそこに行くのにね、またね、交通費とか考えるとすごいお金がかかるってことで。で、なんだかんだで2年ぐらい寝かしちゃったんですね。で、2年経ったら、今度自分でもうお米を作り出したんで、自分のお米はさすがに、ね、もみすりして食べたいので、まあ、結局山梨まで行ったんですね。お金かけて。で、初めてその長野のお米を、まあ2年越しで食べれたんですけど、まあ2年前のお米とか言ったら、いわゆる古米ですかね。まあ美味しくなさそうじゃないですか。でもね、普通に食べれたんですよ。まあちょっと乾燥気味かなとは思ったんですけど、全然美味しくて、まあもちろんもともとその無農薬で作ってるお米なんで、すごい希少な、まあお米だったんですけど、それにしてもまあ2年間ですね、まあ若干の放置をして置いといてしまって、まあうまく言えば熟成させてですね、まあそれを食べたら全然食べれたと。問題なくですね。まあもちろん新米の方が美味しいとは思うんですけど、まあだから、もみの力ってすごいのかなっていうふうに、まあそこで学びました。はい。で、もう一つ、40になるまで知らなかったことがあって、まあ関東で育ったので、ほとんどの期間をコシヒカリっていうお米を食べてきたんですね。で、コシヒカリって、まあ、柔らかいとか甘いとかって言われてるお米だと思うんですけど、まあ、お米は柔らかいものだと思って生きてきたんですね。ただ、私はなんかね、歯応えがあるお米が好きだったんですね、今思えば。柔らかいお米が苦手というか、このなんかこう、お粥みたいな、お粥寄りになってしまうのはすごい嫌っていうかですね。まあ、歯応えがある方が好きで、で、何にも知らないで生きてきたんですけど、どうも関西のお米の方は硬いらしいんですよね。で、関西のお米って関東には流通してないんですよ、ほとんど。スーパーでまず見ることはないですからね。商業圏がやっぱり違うので、関東の商業圏ってやっぱりその、東北寄りなんですよね。まあ、新潟とかもあると思うんですけど、関西のものはわざわざ入ってこない。人によってですね、柔らかいお米が好き
とか、私みたいに硬いお米が好きとか、まああると思うんですけど、今なかなかそういうのがわからないでもね、皆さん食べてると思うんで、一回自分がどちらがいいのかなっていうのを考えてみて、あえて違う方を食べてみるのも面白いんじゃないかな。スーパーとかの店頭での判断ってやっぱりブランドだったり、値段だったり、なんかね、パッケージだったりするじゃないですか。でもお米にはその柔らかい米と硬い米があるっていうのをね、ちょっと知っていただいて、ごめんなさいね。もしかしたら知ってるかもしれないですけど、試してみたらいいんじゃないかなと思います。そうですね。あと、もう一歩踏み込んで話すとすると、まあ、無農薬のお米と、まあ、一般的な農薬を使ったお米、2種類があると思うんですね。で、当然ですけど、私はその、まあ農薬を使ったお米をずーっと食べてきたんですね。もうそれこそ40年、50年。で、まあ今お米を無農薬で作ってるので、ある程度は自給できてるんですけど、まあ外食したらやっぱりね、そういう普通のお米だと思うんですね。で、まあ私は農業学校行ったりとか、農家になろうと思ってこれをやってるわけじゃないので、いわゆるその、農薬を使った米作りってちょっとよくわかんないんですけど、無農薬でお米を作ってて、苦労してるのは、まあ、雑草が生えてくるっていうことなんですよね。なんですけど、どうも最近 YouTube 見てる限りだと、農薬撒いてもやっぱり雑草は生えてくるみたいで、あれっていう、完全じゃないみたいなんですね。どこまで手をかけてるのかわからないですけど、だからどうなのかなっていう。で、まあ、水田にすることによって、まあ水が張ってるので、生えてくる雑草って限られてくるんですよね。だから割かしその、地上でやるよりは雑草の管理は楽なのかなというふうに考えてます。で、味についてなんですけど、まあ同じ条件であんまり比べてないので、まあちょっと正直よくわかんないなっていうとこですね。でも、まあ美味しくないって思ったことはないですし、まあ普通に食べてるって感じですかね。まあ先ほどもちょっとお話したんですけど、すごい美味しいものがあったとして、初めて食べたら脳は感動するんですよね。なんだこれは。今まで食べたことがない。でも、二日目になったら、まあ、もう美味しいの分かってるし、脳の方も。そこまで感動しないっていうか。理論的には一番美味しいお米の作り方をしてるつもりなんですけど、まあどうなんでしょうかね。特に私はですね、まあ玄米で食べてるんですよね。だからいわゆる普通のお米とはやっぱりもう全然違うというか、まあ今日本で玄米ってあんまりね、食べてる人もいないのかなっていう。で、まあ玄米で食べてる理由なんですけど、やっぱり玄米の方が栄養分が多いんですよね。圧倒的に多いんですよね。むしろね、削っちゃうのがもったいないかなっていうぐらい玄米の方が多いんですね。まあ細かい話ですけど、ビタミン B が入ってるので、まあお肌にいいんですよね。私高校ぐらいの時はニキビで悩まされたので、どの栄養素を取れば治るかって調べたりすると、大体ビタミン B なんですよね。だからね、まあ、無責任に言わせてもらうと、もし、まあニキビとか、お肌の問題で悩んでる方がいたら、ぜひですね、玄米を食べたらどうかなと思います。玄米にはビタミン B が入ってるんで、まあ自然に取れると思うんですよね。玄米にはね、農薬がとか、そういう部分もあるんですけど、まあそこをもし気にするのであれば、無農薬の玄米をちょっと取り寄せて、薬だと思って、一回試してみるとかですね。まあ一回じゃちょっと効果出ないとは思うんですけど、一ヶ月試してもいいかもしれないですね。一ヶ月でお肌って28日でこう一周するらしいので。で、まあ今ね、私がニキビが出てて玄米食べたら治ったっていうことじゃないんで、自信を持っては言えないんですけど、私がその高校時代はずっとそのニキビが出てて、治ったタイミングっていうのが高校出てからなんですね。で、高校出て一人暮らしをして、まあ、食事を自分で作んなきゃいけなかったんですけど、あんまり作りたくなかったんで、基本は玄米フレークを食べてたんですね。牛乳をかけて。別に安くもなかったんですけど、まあ、玄米フレークと牛乳を食べれば、1日の必要な栄養素半分が取れたんですね。数値上では。まあそういう合理的な理由でそればっか食べてたんですけど、で、それをやり出してから、
まあ一人暮らししだしてから、まあニキビもう出なくなったんですよね。だから考えられるのは、まあ親と一緒にいたストレスがあったのか、まああんまないとは思うんですけど、その玄米フレーク、玄米を食べまくったからという部分もあるのかなと思って、ちょっと余談すぎますけど、もしそういうこと気にされてる方、まあ周りにいたら、ね、まあできれば無農薬の玄米のお米を食べてみる。1ヶ月食べてみる。それでなんか変わるかどうか、ちょっとね、見てもいいんじゃないかなと思います。そうですね。一番美味しいお米っていうのは新米なんですよね。出来たてのお米ですね。出来たてのお米で、なおかつ、まあ、もみすりしたてのお米が間違いなく一番美味しいと思います。田舎でお米やってる人がいたりとか、まあそういう親戚がいたらね、そういう新米を食べたことあると思うんですけど、私はですね、まあそういう親戚が一切いなかったもので、親戚はみんな東京だったんですね。だからそういうお米が送られてきたりとかっていう経験がなかったんですけど、まあそれも本当に40ぐらいの時に、まあ友人の親がお米作ってて、その出来たての新米を送ってもらって、初めてそれを食べたの。本当にね、感動したんですね。あ、なんて美味しいんだって。あ、お米って美味しいんだと思って、びっくりしました。その時は。でもやっぱ新米って美味しいんだなって、お米って本当にタイミングで全然違うんだなっていうのをね、その時学んだんですね。まあ、今、お米作ってますけど、まあ9月には、まあ早いとこだと8月とかで並ぶのかな。新米が出回ると思うので、新米が出て、精米日がもう近かったら、ちょっと買って試したら、多分美味しいと思います。絶対美味しいと思います。ぜひね、それも試していただきたいなと。あとは、これも最近、ほんと最近にね、気づいたことなんですけど、ツイッターでお塩をね、やたらこう押してる人がいて、その人のツイートを見てたら、まあ初めて学んだんですけど、日本では2000年ぐらいまでかな、その生成塩しかダメと。輸入もダメ。まあ管理されたんですよね、政府によって。だからずっとその生成塩っていう塩を食べてきたんですけど、まあ、あんまり美味しくないと。まあその方曰く。昔ながらの塩の作り方をしてるお塩とか、まあ岩塩とかですね、そういうのを試した方がいいよみたいなことが書いてあって、まあ家にあったんですね、実は。勝手に選んでたんですけど、で、あえてそれで、まあ舐めてみると、あ、やっぱ違うなと思って、そう。だから、まあ、先ほどお米だけで食べれないですよねってお話したんですけど、塩があれば食べれるじゃないですか。だからその塩もできればちょっと若干こだわってみて、自然由来のお塩を試したら、多分ね、味も変わってくるのかなと思います。まあこれはね、ちょっと余談なんですけど、最近オフィスの近くに、まあパン屋さんを見つけたんですね。で、まあ鎌倉にも美味しいパン屋さんっていっぱいあるんですけど、新しく見つけたところって、日本の小麦粉にこだわってるところなんですね。で、まあ、有機の小麦粉しか使ってませんと。まあ、いうことで、かなりその健康志向というかですね。まあ、私がやってるような無農薬の稲作みたいな。まあ、割かし共通点があるというか。たくさんパン屋ってあるじゃないですか。で、ね、美味しいパン屋さんいっぱいあると思うんですけど、まあ、そこがやってるのは、もう、とにかく安全にこだわったパン作りをしてるという部分と、で、まあ、そのパン屋さんに入って、まあ、目に入るのが、まあ、よくあるんですけど、焼きたてですと。これ焼きたてですっていう、まあ、シールみたいなの貼ってあるんですね。で、それとは別に、まあ、古くなったやつは値引きしてるんですよね。それと値引きしてないやつが。料金設定をしてるんですね。一つの商品に対して。で、まあ、それってね、手間もかかる話だし、まあ、めんどくさい部分ではあると思うんですけど、まあ、そのパン屋さんなりの良心だと思うんですね。出来たてを食べてくださいと。で、まあ、普通の保存期間のものと。で、まあ、ちょっと時間が経ったから安くしますよ、みたいな。できるだけその消費者とフェアな形で、まあ、その方はやられたいのかなっていうふうに取っていて、すべてが、そのすべてがですね、経営努力だと思うんですよね。手間はかかるけど、フェアに行こうと。ね、手間はかかるけど、いいものは高くして、まあ、価値が下がったものは安くみたいな。
まあ私はね、お米を販売してないんで、こんなこと言うのは生意気かもしれないんですけど、やっぱりそのね、お米をもっと売ろう、付加価値をつけよう、美味しくしようっていう努力がちょっとね、もしかしたら足りなかったのかなっていう。お米の品種改良はいっぱいしてるとは思うんですけど、残念ながら私にはあんまり違いがよくわからなくて、だから別に積極的に白米は買わないんですけど、まあ、とにかく私玄米食べたかったんで、今の日本の稲作というか、お米販売事情とはちょっとずれている人ではあったんですけど。で、まあ今お話したように、まあ玄米にはすごい栄養がありますよと。ね。お肌の問題も解決するかもしれない。ただ、ちょっとね、今の作り方だと農薬がね、玄米にたまんじゃないかっていう、まあ説もあるんですね。まあそういう不安もありますと。だったら、ね、もうちょっと勇気で、無農薬でお米作ったらどうかなとも思うんですよね。こんなにね、安くなってしまったら、多分、お米作り続けられないと思うんですよ。ちょっとでも儲かればね、続けれると思うんですけど、赤字だったらもう終わりじゃないですか。未来もなくなっちゃうと思うんで。まあ、面積にもよるとは思うんですけど、でも間違いなく無農薬のお米だったら高く売れるはずなので、その手間をね、やってったらどうかなとは思うんですけどね。で、まあ自分でお米を作って、まあ野菜も作って、無農薬で作ってみて思うのが、ちょっと無農薬だと無理じゃないかって野菜はあるんですよ。もう虫が好きすぎて。虫が大好きすぎて。で、まあいろいろ試してきて、厳しそうなのはもう作らないようにしてるんですね。自分のために作ってるのか、虫さんのために作ってるのかもうわからなくなってしまうので、虫があんまり好きじゃない野菜ばっかり今作ってて、で、お米作りにしてみると、まあ、もうやって4、5年ぐらいなんですけど、まあ、4、5年やってみて思うのは、あんまりね、虫つかないんですよね。まあ、自然の無農薬でやってるからか、せいもあるかなとは思うんですけど、そこまでね、ひどく虫はつかないと。一度、運河っていう虫がね、なんか、大陸から飛んできて流行った時はもう本当に全部のところに運河がついてしまって。その時はもう本当ね、大変ではあったんですけど、それはまあ、その年だけでしたし、それ以外はそんなにひどくね、虫はつかないんですよね。まあ、虫の害という意味ではそんなに農薬いらないんじゃないかなっていう。まあもちろん場所にもよるんですけど、あと雑草にしてもね、水を張ってしまえば出てくる雑草って限られているので、それはなんかね、楽してこう、雑草だけ取る仕組みっていろいろ今出てると思うので、そんなにね、遠い壁ではないと思うんですよね。その無農薬でお米を作るっていうのは。私が言うのも、まあ生意気かもしれないですけど、まあ一応ね、こんな私でもできてるので、素人上がりでも。そもそもですね、江戸時代は7割の方が農民だったみたいなので、で、その時はお米がね、お金だったので、まあ7割の方は遺伝子に米作りが刻まれているということだと思います。まあもちろん、その7割以外の方も、まあ遡れば絶対米作りやってたと思うので。で、当然その時は無農薬ですよね。だから、我々日本人には無農薬で米を作る能力っていうのがね、あるはずなんで、ちょっとそれを思い出せばいけるんかなって。まあですからちょっと先ほどから蝶々がすごく、多分フェロモンが出てると思うんですね。まあ、まとめますと、美味しいお米を食べるには、精米日を見ると。二つ目は、新米は美味しいですと。三つ目は、お塩にちょっとこだわってみる。自然のお塩を使ってみると。四つ目は、無農薬のお米を試してみると。五つ目は、無農薬の玄米を試してみる。まあ、体にいいことをするというところですかね。もちろん、知ってるっていうこともあったかもしれないですけど、私が50年近くかけて学んだことを共有させていただきました。ね、やっぱり付加価値があるお米にしていくしかないと思うんですよね。で、まあお米って、まあ白米もあるんですけど、赤米っていうのがあったり、黒米っていうのがあったり、まあ緑米とかですね、まあいろんな種類があるんですよね。
皆さんも長い間お米食べられてると思うので、ちょっとね、違うお米を試してみたら、新しい発見があったりして面白いかもしれないです。まあ、この動画を見て、お米作りに興味が出た人がいたら、百姓体験っていう動画も作ってるんで、ぜひちょっと見ていただければなと思います。まあ、というところで、今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。